こんにちは、つんです。今回は最近買った100均グッズで意外と今までなかったのではと思ったアイデア便利グッズや、ずっと気になっていた収納をスッキリできたアイテムなど、全部で5点ご紹介します。ぜひ最後までお付き合いいただけると嬉しいです。はい、まずはこちら。ゴミ袋収納バー110円です。セリアらしいオフホワイトのシンプルなバーですが、これが意外と今までになかったタイプ。今までもね、ゴミ袋を収納するハンガーっていうのはいろいろありましたが、扉に引っ掛けるタイプが多いんですよね。我が家の場合はキッチンが木目なので、外側にフックが見えると目立ちそうだなと思っていましたが、セリアの収納バーは粘着タイプ。これならフックが見えません。基本的にはゴミ箱に貼って使う用みたいです。ゴミ袋のサイズに合わせて18センチから25センチに伸縮が可能です。左右にはゴミ袋を押さえるクリップ付き。ゴミ袋収納はね、タオル掛けでも代用ができますが、専用アイテムはこういう一工夫が嬉しいですよね。試しにゴミ箱に合わせてみたところ、我が家のゴミ箱は角に丸みがあるので、45リットルの幅に広げるとゴミ箱の幅が足りませんでした。残念。はい、そしてこちら今現在の我が家のゴミ袋収納。以前の動画でもご紹介しましたが、ニトリのハンガーを使って収納しています。これはこれで悪くはないんですけど、うちが使っているゴミ袋は1種類だけなので、こんなにたくさんのバーはいらなかったのと、それにちょっと重いのがデメリット。やっぱり以前の突っ張り棒に戻そうかなと思っていたところでした。はい、ということでセリアの収納バーを使ってみます。とその前に、粘着シールは原状回復ができない可能性があるので、付属のシールは剥がします。結構ちゃんとくっついていて、手では綺麗に剥がせませんでした。そんな時に便利なのがシール剥がし。3M のシール剥がしはちょっと柑橘系の匂いが強いんですけど、本当にこれシュッとするだけでスルンと取れるので便利に使っています。で、今回も私が押している 3M のコマンドタブで貼ります。コマンドタブは貼って剥がせる両面テープ。ダイソーでも購入することができます。今まで使っていたフィルムフックも剥がさないとですね。これはダイソーで購入したもので、もう4年弱ぐらい貼りっぱなしだったんですけど、問題なく綺麗に剥がすことができました。はい、そしてゴミ袋収納バーの位置を決めてペタッと。当然ですが、貼ってしまうと幅の調整はできなくなるので、収納するゴミ袋をかけて貼った方が間違いないです。で、今回はちょっと試しにもうかけちゃいますけど、コマンドタブは1時間待ってから使ってください。はい、そして使い勝手はこんな感じ。いい感じで使えそうです。ただゴミ袋が静電気でひっついてたりすると、たまに出しにくいなっていう時もありましたけど、それはどんな収納ハンガーでも同じことですよね。はい、お次はシマエナガテープカッター110円です。店頭で見つけて何気なく買ったんですが、これが思っていたよりも良かったのでご紹介します。シマエナガのイラスト入り。普段キャラものはほぼ買わないんですけど、このテイストは嫌いじゃないです。中を開けたらテープも付属されていました。幅 15mm のテープに使うことができます。内径 25mm 以上、外径 50mm 以下のテープ対応です。一般的なテープなら大体そのサイズですよね。私はマステに使おうと思って購入しました。使い方はカッターの部分を引き出してテープを入れて、テープの端をカッターにセットしてからカバーを元に戻します。カッターの刃は金属ではなくてプラがギザギザになっている作りなので、切れ味は金属ほどではないですが悪くはないです。むしろ怪我しなくていいかもしれないですね。そして使わないときはカッターをパチンと閉じることができます。持ち運びにもいいですね。再びカッターの部分を引き出すとテープも一緒に出てくるので、テープの端を見失うこともなさそうです。私は今までマステで仮止めとかをするときは片手で持って手でちぎって使ってたんですけど、一気にちぎって腕に貼るシステムです。
これならカッター部分を引き出せばテープの端がワンタッチで出てくるし、背面に指をかけられる穴があるのでテープを引き出す動作もスムーズ。ケースに入れていない時と同じ感覚で使うことができました。もちろんまっすぐ綺麗にカットできるので手でちぎるよりは無駄なく使えるなと思いました。あとバスルームの入り口の汚れ防止のマステを貼る時も、今まではテープの端を探してからいちいちハサミを出してカットしてたけど、このテープカッターを使えばハサミがいらないのはもちろんのこと、さっと出してパッと貼ることができます。コンパクトで余計な凹凸もないのでかさばらずに収納できるところも便利でした。ちなみにカッター部分の色はシマエナガのお尻の羽をイメージしてるんだそうです。はい、お次は引き出し用仕切り110円です。私はセリアで購入しましたが、どこの100均にもあります。仕切りとトレイが1枚ずつでワンセット。商品名通り引き出しなどを仕切るのに便利なアイテムです。トレイに仕切りをセットするとこんな感じ。こちらはワイドタイプでサイズはご覧の通り。幅が8センチのスリムタイプもあります。もちろん一つでも使えるんですけど、これの最大のポイントは連結できるところ。とりあえず今回は3つ買ってきました。収納スペースに合わせて好きなだけつなげることができます。そして仕切りの方も失礼しました。そして仕切りの方も自由に動かすことができます。今までも仕切りアイテムはいろいろありましたが、置き型タイプでここまで自由度が高い仕切りは今までなかったんじゃないかなと思います。連結部分に仕切りが引っかかることもないので、本当に好きな位置に動かせるのが素晴らしいです。引き出しだけではなくケースの中に使ってもいいですね。無印の柔らかポリエチレンケースハーフ中と100均のバスケット、たまたまうちにあったやつなんですけど、これは3つ連結するとちょっと入りませんでしたが、2つにするとちょうどいい感じで使えそうでした。はい、そして私はずっと気になっていたローリングストック用の引き出しに使おうと思って購入しました。なかなかのカオスっぷりです。特に箱に入っていないレトルトは自立しない上に、縦で入れると底が広がって無駄なスペースを取りがちなんですよね。長い間放置していましたが、新しいアイテムのおかげでやる気が出たので、ここで一旦全部出して見直したいと思います。ちなみに現場監督はここで監視していました。はい、結構な量が入っていましたが、いざという時は2人で5日分ぐらいかなと思います。お宅ではどれぐらい備蓄されていますか？ということで入れ直していきます。収納ケースは便利なんですけど、数が多すぎると逆にスペースを圧迫するので、できるだけ少ない数で収納するようにしています。と、ちょっと目を離したらまた監督が。そういえば最近スーパーからお米が消えましたよね。仕方なくパックご飯を補充しました。あわや米が底をつくという一歩手前のタイミングでふるさと納税のお米が届いて助かりました。はい、なんだかいろいろと話が脱線してしまってすいません。監督もふてくされておられます。はい、なかなかカオスだったストック収納がいい感じに整いました。物の量は変わっていないのに隙間もできました。レトルトの間に仕切りを入れることでギュギュッと薄くして立てられるようになったので、前より数が入るようになったというわけですね。ずっとやらなきゃなと思っていたので、100均の仕切りのおかげでやっと見直せて気持ち的にもすっきりしました。お次はセリアの薬味チューブキャップ。SNS でもよく見かけるので、すでにご存知の方も多いとは思いますが、これもね、今まで意外とありそうでなかったアイテム。2個入りで110円です。使い方は薬味チューブのキャップを外して、これに差し替えるだけです。外れないようにギュギュッとしっかり差し込みます。そうするとワンタッチで開け閉めができるようになります。これなら蓋を見失う心配もないですね。
ただぶっちゃけ最近の薬味チューブって蓋も半回転ぐらいで簡単に開くし、で洗い物の手間が増えるのはどうだろうと思っていたんですが、自立するところが便利だなと思いました。冷蔵庫のドアポケットに立てておけるし、倒れることもなかったです。はい、最後はセリアのウエスト延長バンド。2個セットで110円です。最近ちょっと太ったとか、食べ過ぎて苦しいという時のお助けアイテム。シリコンのバンドにボタンがついていて、パンツのボタンにシリコンバンドを引っ掛けてから、もともとあるボタンホールの方に延長バンドのボタンを留めます。これでおよそ2センチ伸びるらしいです。トイレに行く時も普通にボタンを外すだけなので使い勝手はいいんですけど、お腹がきつい時って2センチじゃ足りない気もしますよね。お気に入りのパンツが最近入らないとかっていう時には重宝するかもしれないですね。はい、今回も最後までご視聴ありがとうございました。少しでも参考になりましたらチャンネル登録していただけると嬉しいです。それではまた次の動画でお会いしましょう。